こんにちは、校舎中泊キャンプチャンネルです。今日はいつも私がキャンプや車中泊で使っているポタ電の走行充電システムを作っていこうと思います。私が持っているポタ電はブルーティーの EB3A268Wh と至って小容量のポタ電ですが、キャンプや車中泊での調理はガスバーナーかアルコールストーブを使い、冬の暖房はガスヒーターや白金回路を使い、夏はポータブル冷蔵庫やスポットクーラーなど導入するお金もないボンビーな私にとって、電源はスマホやパソコン、カメラのバッテリー充電くらいしか使うことがない私にとっては、ポタ電もこのくらいの容量で十分なのです。でも一つ問題が。それは、何泊もキャンプや車中泊をする場合にはさすがに容量が持たないということです。去年、3泊4日で県内のキャンプ場を回った時は、次のキャンプ場へ向かう際にシガーソケットから走行充電していました。でもマルチソケットをつけてるので、容量的に充電時間かかるし、コードが熱くなるし安全面で不安があるので、今回抜直配線で走行充電システムを作ろうと思いました。キャンピングカーに乗っておられる方のように、サブバッテリーシステムを搭載するものとは違い、抜直配線で電源を取りインバーターを駆動させてポタ電に供給するというだけのものなので、走行充電システムというほど大げさなものではありませんが、わらわら。AC からの充電電力を確認してみます。260W くらい出てます。満充電まで 0.9 時間と表示されています。ポタ電の容量がそれくらいなのでおおむね1時間くらいで充電完了になりますね。走行充電システムを作るために、これくらいのものを用意しました。ポタ電の AC からの充電電力が 260W くらいなので 200W のインバーターであれば問題ないと思いました。でもこれが間違いだったことに私はこの時点ではまだ気づいていませんでした。リレーは A 門の4極 360W、30A を用意。リレー接点を通る配線は3スケアなのでちょっと不安なのですが、5スケアのものを見つけられなかったのでこれにしました。リレー電源取り出し用のヒューズ付き配線。バッテリーからの電源取り出し配線は5スケアのものを用意しました。コルゲートチューブなどなど。次にポタ電にパネル板のシガーソケットからの充電電力を確認してみます。マルチソケットは容量オーバーで熱を持ったり危険なので一旦外してシガーソケットから単独で取ります。
115W くらい出てます。だいたい2時間半くらいで充電完了になりますね。AC コンセントからの充電時間の 2.5 倍くらいになります。抜直配線なのでまずはバッテリーボックスを確認。端子が奥の方にあります。ターミナルについてる配線も手前まで伸びる余裕はなさそうなので、作業しづらそうです。でも横にヒューズを置ける隙間はありそうです。電源線はここから引き込むことにします。プラス配線はコルゲートチューブで防護することにします。リレーの電源は右上の ACC 電源、シガーソケットのヒューズから取ります。ここに端子板を固定しようかと思います。説明書きとは違い私は容量と安全面を考えてヒューズの電源側ではなく負荷側から取ります。ヒューズの左側が1時側、電源、右側が2時側、負荷側、のようです。作業の前にまずマイナス側、アース、を外しておきます。念のため防護用にキャップをかぶせておきます。リレー用電源取り出し用の 5A 間ヒューズ付き配線を、先ほど抜いたシガーソケット電源の 15A ヒューズの箇所にかませます。右の負荷側から配線が出るように挿入します。コルゲートチューブとギボシ端子をかませました。
配線図を参考にリレー回路を作っていきます。リレーのコイルの配線は終わりました。リレーコイルには 120mA くらい流れてます。リレーが動作した時の接点の導通を確認してます。導通も OK。今度はこの端子にバッテリーからの電源をつないでいきます。キャビン背面に固定するとこんな感じ。ここに電源。ここにインバーターへの入力配線を接続していきます。バッテリーのプラス端子へ電源取り出し用ターミナルをつけていきます。電源取り出しコードについている 40A ヒューズの防水対策をします。電源取り出しのマイナスの配線も端子につけました。バッテリーにはまだつなぎません。配線はこんな感じに引き込みました。バッ直電源線を端子へつないでいきます。
テリーのマイナス端子をつなぎます。入力側の端子に電圧は通ってます。インバーター接続側の端子にはまだ電圧はありません。キーを ACC にすると電圧がかかります。いよいよインバーターをつなぎます。6つの保護機能があります。バッテリーの電圧低下時はインバーター出力を止めて、バッテリーを守る機能などがあります。インバーターの入力側の配線もつないでいきます。ACC で電圧 OK。インバーター入力も配線しました。インバーターからの出力 AC100V も確認できました。いよいよインバーターの AC 出力からポタ電入力へつなぎ充電試験を行います。まずい。ポタ電の入力が 200W 近くになると、インバーターの保護回路が働いて、保護回路動作表示灯が点灯してブザーも鳴って出力が遮断される。一旦遮断されると、また出力を開始し、だんだんポタ電の入力電力が上がって 200W 近くなるとまたインバーターの保護回路が働いて出力遮断。これを繰り返しています。
エンジンをかけてやってみても同じです。取説を確認したら、接続した機器の要求する出力が本製品の定格出力を超えた場合、出力をカットします、と書いてた。やってもうたー。インバーターの定格 200W 以上の負荷につないでも、定格電力の 200W で出力するだろうから大丈夫だと思ってたー。ポタ電入力電力が 200W 近くになるとインバーター出力がカットされます。カット後はまた出力され、まただんだん電力が上がってくるとまた保護回路でカット。その繰り返しです。保護回路が働いて出力がカットされたり戻ったり。何度やってみても同じ結果です。保護回路があるインバーターは、定格出力がポタ電の入力電力以下のものでは出力がカットされて使えないということが分かりました。ポタ電の充電電力よりも出力の高いインバーターにしなければいけなかったわけです。しくじったー。200W のインバーターをやめて、次はポタ電の充電電力 270W を超える出力のインバーターに変えてやってみます。そんなわけで後日、400W のインバーターを購入しました。同じ国産の大橋産業産のインバーターです。400W なのでリレーの接点回路の 30A が大丈夫だろうかという不安もありますが。周波数を 50Hz に設定します。インバーター入力の配線をつなぎます。インバーターは棚にショックコードで固定。運転席からも見えるようにしました。もう一度端子の締め付け状態を確認。インバーターからポタ電に電源コードをつなぎます。ポタ電は 265W くらいで充電されています。
残容量 30% あるので 0.6 時間くらいで充電完了します。電流は 27A くらいなのでリレー接点の容量もセーフです。オルタネーターやバッテリーに負担がかかるので、実際に充電する場合は、アイドリングではなく走行した状態で充電しないといけません。これで走行中にポタ電が素早く充電できるようになったので、何泊かのキャンプや車中泊でも大丈夫です。ちなみに、このポタ電、EB3A にも合う増設バッテリーが販売されているので、もし電源容量を増やす必要がある場合は考えてみてもいいかもです。それではまたお会いしましょう。